2024年8月、NASA の探査機インサイトが火星の地下11キロで広大な液体の海を発見しました。火星に水があるのは宇宙移住への青信号だと思われがちですが、実はこれ、人類の生存を脅かす深刻な赤信号なんです。今日の動画では、進化の仕組みがいかにして地球の生態系を根底から崩壊させるのか、その核心に迫ります。もちろん、火星の未知のウイルスがパンデミックを起こすといった SF 映画のような話ではありません。本当に重要なのは、火星に生命がいるかどうかではなく、その生命が地球の土壌と出会った時に、どのような致命的な連鎖反応が起きるのか、ということです。長い間、人類にとって火星は、ただの寒くて乾いた赤い岩の塊に過ぎませんでした。1970年代に、バイキング探査機が捉えた信号さえも単なる化学反応だと結論付けられ、火星は生命の存在しない死んだ惑星だという説が定着したのです。そのため、スペース X が2029年の有人探査計画を発表した際も、人々はただ氷点下の寒さや放射線に耐えうるロケット技術のことばかりを心配していました。しかし、近年の発見は、この長年の前提を根本から覆しつつあります。これまでは火星の水を資源として活用できるという期待感だけで語られることがほとんどでした。ですが、2024年7月、NASA の探査車パーサビアランスがチェアバフォールズという場所で極めて奇妙な岩石を発見したのです。単なる地質学的な熱や化学反応では決して生み出せず、微生物の活動でしか説明できない明らかな生命の痕跡でした。さらに、地底深くには微生物が繁殖するのに完璧な環境があることも裏付けられ、火星の地下は今もなお生きている可能性が高まったのです。この事実を知ると、人類が火星を目指すという意味そのものが全く違って見えてきます。最も致命的な問題は、スペース X の宇宙船が火星に止まるのではなく、資源を積んで地球に帰還することにあります。火星固有の微生物が船体に付着して地球に流入する、いわゆる後方汚染が発生するのです。これが大惨事を招きかねない理由は、まさに進化の圧力の差にあります。この最悪の革新は、数十億年もの間、細胞がどのような環境で生存戦略を立ててきたかにあります。穏やかで資源豊かな地球とは違い、極めて過酷で不毛な火星で生き抜いた微生物は、土壌から栄養を絞り出す能力が異常なまでに発達せざるを得なかったのです。同じように土の鉄分をエネルギーにするバクテリアでも、火星の微生物は地球のものより10倍以上も早く、効率的に進化したということです。まるで在来種が到底かなわない圧倒的な強みを持つ外来の捕食者が突然生態系に紛れ込んできたかのような状況ですね。火星のバクテリアが地球に降り立ち活動を始めれば、のんびりと進化してきた地球の微生物は一気に生存競争に負け、死滅してしまいます。微生物が消えれば、それを糧に育つ植物が枯れ、草食動物も姿を消し、最後には食物連鎖が底辺からドミノ倒しのように崩壊していくのです。ここで注目すべきは、SF 映画に出てくるような派手な宇宙の疫病ではありません。目に見えない土壌微生物たちの生存競争が、いかに地球全体の生態系を消し去ってしまうのか。その冷徹な進化の格差にこそ、目を向けるべき重要な真実があります。では、なぜ科学者たちは完璧なバイオハザード対策室を作って制御しないのでしょうか。実はその疑問が現実の厳しい限界を浮き彫りにします。自然を完全に隔離できるという人類の慢心は、すでに南極で手痛い失敗を喫しているのです。科学者たちは数キロもの氷の下に数百万年閉ざされていたボストーク湖を調査する際、その独自の生態系を決して汚染しないと誓いました。しかし、掘削の過程で多くの化学物質が流入してしまい、この壮大なプロジェクトは無残な失敗に終わったのです。庭先の湖ですらまともに制御できないのに、
何億キロも先で大量の物資や人が行き来する植民地を完璧な無菌状態に保つなんて、そもそも不可能な話です。NASA の火星サンプルリターン計画が何十年も停滞している理由も、まさにこの絶対的隔離という技術的な壁を越えられないからなんです。一方で、スピードとコスト削減を最優先するイーロン・マスク氏の民間企業は、安全性を第一に考える科学界と真っ向から対立しています。もしかすると、この巨大な衝突の真の答えは、まだ誰も手にしていないのかもしれません。今後注目すべき第一のポイントは、国際宇宙研究委員会の惑星保護指針が、商業的な宇宙開発に対しても実効性を持てるかどうかです。もしスペース X が、コストや納期を優先してこのルールを回避すれば、それは、制御不能な生物学的汚染の始まりを意味します。二つ目は、1967年に結ばれた大気圏条約の改正に向けた動きです。民間企業の生物学的リスクを国がどこまで管理し、責任を負うのか、新たな法的枠組みが合意されれば、火星移住のタイムラインは今よりずっと先になるでしょう。今度、ニュースで火星へ向かう巨大ロケットの打ち上げシーンを目にしたときは、この目に見えない進化のメカニズムが同時に働いていることを思い出してください。これは単に人類がいかにして火星に到達するかという技術的な問いへの答えではありません。進化の軌跡が全く異なる2つの生態系が衝突したとき、果たして私たちはその巨大な連鎖反応を受け止めきれるのか、そんなより深い真実に迫る物語だったのです。結局、本当の問いは火星に都市を築けるかではなく、なぜ進化はこれほど残酷なまでに生地に生存の優劣を分かつのかということです。知らなくても困りませんが、知っておくとためになる知識をお届けしたキュリでした。